皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。このキットのモデルであるケンメリ GTR に当時用意されていたカラーはホワイトにシルバーとレッド。今回はこのラインナップからではなく、雑誌を見ていて一目惚れをした旧車レストア専門店スターロードのコンプリートカーとして存在するケンメリをもとに朝食をしていきます。いくつかの写真や動画を見ると、通常の箱スカやケンメリに使用されているシルバーよりも暗めの印象。使用した塗料はクレオスのスーパーファインシルバーが7割、ファントムグレーが3割、そこにタミヤのレーシングブルーを2滴ほど調色し、ガイアノーツの T01 薄め液で2倍に薄め塗装を行いました。ボディ塗装の工程としてはそれぞれいつも通りの3工程。1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。続いてリアの車高をさらに下げる加工です。ローダウン仕様のパーツを使っているのですが、リアがまだ高いと感じたので加工を。冒頭の写真より1番のダボをカット、2から4番までの部分は1ミリカット。この部分をカットすることにより車軸が少しだけフロント寄りになってしまうため、4番の穴をピンバイスで少しだけ拡大することに。これでリア側に車軸を調整することができるようになるので、実際にボディとホイールをあてがいながらちょうどいい箇所を探しつつ調整していきました。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。まずは組み立てても問題ないパーツを組み立てていきます。塗装工程の順番としては、下回りパーツの塗装やメタリックパーツの下地としてブラック系、次にシルバーなどのメタリック系、最後にそれ以外のカラーとなります。またメタリック系の塗装工程では素材の違いを演出するため、ミッションケースやマフラー触媒部分にはフラットアルミを吹き付け、さらにマフラーエキゾーストパイプ部にはクレオスのスーパーチタンを塗装、メーターパネルはタミヤのシルバーを塗装しました。オーバーフェンダーと前後パネルにはタミヤのラバーブラックを塗装してあります。インテリアの塗り分けは男のオールブラックですからこのままでもいいのですが、シートの素材の違いは表現したかったのでマスキングをし、スーパースムースクリアを吹き付けツヤを落としました。続いて筆を使用した塗り分けです。こちらもセオリー通り薄い色からということで、シルバー系から塗装を重ねていきます。基本的には説明書指定通りの箇所を塗装しましたが、内張りのパーツの中でくるくるハンドルやアームレストが別パーツになっているので、せっかくですから実写に近づけるべく塗装表現を。ということで、くるくるハンドルの縁とドアレバー、センターコンソールのリアの灰皿の縁をフォーアーティストマーカーのシルバーで塗装をし、メッキモールの表現をしておきます。シフトノブの木目は下地にシルバーを塗装し、その上にクレオスのマホガニーをドライブラシ気味でかすれさせるように塗装。最後にクリアオレンジを重ねて木目塗装の出来上がりです。
メーターパネルの方向指示ランプにはクリアグリーンを、クリアパーツのウインカー部分にはクリアオレンジを、ストップランプにはクリアレッドを塗り込み、これで塗り分けが完了です。次にデカールの貼り付けです。まずは社名プレートから貼り付け。インテリアパーツでは内張りの横一直線に伸びるメッキモールとダッシュボード内のメッキモール、さらにラジオ部分のデカールなどを貼り付けました。中でもメーター部分が非常に小さなデカールだったので、視力もろとも全集中で貼り付けを。デカールの外側の透明フィルム部分をカットしつつ、しっかりメーター内に収まるように調整しながら作業を行いました。シフトパターンのデカールはそのまま貼ると浮いてしまうので、セメダインハイグレード模型用接着剤でシフトノブの上部を包み込むように貼り込んでいきました。最後にレジン液とブラックライトでメーターケースの表現とデカールを保護し完了です。続いて下回りの組み立てです。塗装を終えたパーツたちをガンガン組み立てていきます。長谷川の最新キットということもあり、各パーツやシャシーのモールドは言うまでもなく素晴らしいものに、なおかつパーツも組みやすいように細分化されており、しっかり塗り分けを行うだけでとんでもなくリアルな下回りを組み上げることができます。クリアケースにディスプレイ後、下から覗いても十分楽しめるのではないでしょうか。フロントは説明書通り、リアは車高調整をしたので、車軸の関係を調整しつつ組み上げていきます。最後にマフラーやカバーを取り付け、下回りが完成です。最後にインテリアの組み立てです。まずはフロアパーツから。最近ダイソーで仕入れたシールタイプのフェルト生地よりブラックをカット。フロアパーツに貼り付けていきます。フロアカーペットを貼り付けたらシャシーに接着固定。次にセンターコンソールですが、こちらはコンソールパーツに対しシフトノブ、シフトカバーにサイドブレーキを接着しました。シフトノブ接着の際、パーツが行方不明になり、いそいそとジャンクパーツから拾ってきたことはここだけの秘密にしておいてください。そしてペダル類を取り付け、一旦フロアは置いておきます。メーターパネルをダッシュボードと接着、フロントシートにはヘッドレストを、センターコンソールをシャシーに取り付け、ダッシュボードにはハンドルを取り付けていきます。続いてこちらは工作ですが、シートベルトの再現を行いました。バックル金具などは 3D プリンターで出力したもので、4アーティストマーカーのシルバーで塗装済みです。こちらにフィニッシャーズのシートベルトセットからベルト部分をカットし、金具に通した後シートに取り付けました。そしてリアシート、フロントシート、内張りにダッシュボードを取り付け、インテリア完成となります。一つ一つのモールドが素晴らしく、これぞ男のインテリアとなったところで、今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。